どうもこんにちは。このチャンネルでは10年ぶりにプラモデル作りを再開した出戻りモデラーの私がいろいろなプラモデルに挑戦し、こうやったらうまくいく、または失敗するなどを紹介していくチャンネルになります。初回投稿はタミヤのエンツォ・フェラーリになります。まずは説明書通りにエンジンから組み上げていきます。後から知ったことですが、カーモデルはまずボディの塗装をして塗装が乾くまでの間にエンジンやシャーシ、内装などを組み上げていくのが王道のようです。私はカーモデルの経験が少なく、そこら辺の勝手が分からずに説明書通りに組み立ててしまいました。エキゾーストパイプの接着になります。流し込み接着剤で接着をしていますが、できるだけパテを使用したくないので、流し込み接着剤を大量に流し込んで、接着剤で溶けたプラスチックを利用して隙間を埋めようとしています。流し込み接着剤を流し込んだ後、少し時間が経つと接着剤の成分でプラスチックが溶けてくるので、この時にパーツをグリグリ押さえつけると溶けたプラスチックが表側に飛び出してきます。飛び出した部分は完全に乾いてから紙やすりで成形してあげると、隙間や段差が目立たなくなります。押し出しピンの部分、ここはパテを持ってパテが完全に乾いてから紙やすりで成形しています。タミヤのキットはよくできていて、このような押し出しピンの跡が表側から見える位置に来ないように設計されていることが多いです。今の段階では完成後どこの部分が見える部分なのかわからないので、念のため処理をしています。タミヤの新しめのキットであれば、押し出しピンの跡まで成形してあげる必要はほぼほぼないと思います。今成形しているマフラーなのかチャンバーなのか何というのかは分かりませんが、この部分は完成後もよく見えそうなので念入りに修正しておきます。紙やすりは折りたためばこのような箇所でも対応できるので便利です。ここの部分は流し込み接着剤だと段差が埋めきれなかったので、パテを使って成形しています。今やっている作業はパーティングラインをデザインナイフで成形しているところです。パーツの成形上、金型の合わせ目にパーティングラインという線が出てしまいます。この線は実物には存在しない線なので、このようにパーツに対してデザインナイフの刃を垂直に立て横に動かすことにより削り取ります。このような刃の使い方をカンナ掛けといい、プラモデル作成の基本テクニックになります。紙やすりを使ってきれいにするより雑なように見えるのですが、これが塗装してしまえば不思議と全くわからなくなります。エキゾーストのパーツは画面では赤い成型色になっていますが、これはもともとメッキされていたパーツです。メッキされているパーツはメッキを生かしたまま使いたいと思っているのですが、このようにパーティングラインや隙間の処理をするとメッキが剥がれてしまうので、初めからメッキを剥がしてしまい、処理後に塗装で仕上げます。パーツの塗装になります。シルバーで塗装していますが、シルバーは下地に黒を使うと影の部分が暗くなり深みが増すので、そちらの方がおすすめです。私はこの時点ではシルバーの下地は黒の方が良いということを知らずに、赤い成型色に直接塗装をしてしまっています。続いてガムカバーを取り付けていきます。ここで問題が発生しました。
カムカバーのパーツ同士の接合部のダボを削り取っています。パーツ同士の側面にある彫刻、円形の彫刻がこのダボがあるとうまく深淵にならなかったので削り取ってみました。この側面の円形の彫刻の部分です。精度に定評のあるタミヤのキットでもこのようなミスがあることに少々驚いています。パーツの接着ではパーツを切り出したらいきなり接着剤で組み付けてしまうのではなく、パーツ同士を合わせてみて問題がないか確認してから接着する方が良いです。エアブラシで塗装するときには持ち手が必要になるので、このように適当なものに両面テープでパーツを貼り付け持ち手にしています。パーツ同士を流し込み接着剤で接着します。この方法だと塗装が若干流し込み接着剤で溶けてしまいますが、この程度であればあまり目立ちません。続いてメタルインレットの貼り付けになります。メタルインレットはカーモデルで初めて存在を知ったのですが、カーモデルではよく使われているようです。メタルインレットはパーツの所定の位置に貼り付けた後、表面の透明なシートを剥がします。透明なシートを剥がすときにパーツ側によくくっついていないとシート側に貼り付いてきてしまい、メタルインレットが曲がってしまうので慎重に剥がしていきます。エンジンにエキゾーストパイプを接着していきます。説明書ではまずはじめにパイプ同士を接着した後エンジンに接着するようになっていますが、それだと4つのパイプのエンジン側の面がうまく合わないことに気づき、先に一体となっている2本のパイプをエンジンに接着し、それから残りのパイプを接着しています。接着剤は2種類、流し込み接着剤とプラモデル用セメントの2種類を使い分けていますが、ここでは流し込みではないタミヤの標準タイプのプラモデル用接着剤を使用しています。流し込みタイプの接着剤と標準の接着剤の使い分けは、パーツ同士を接着剤のネバネバした粘性で保持する必要がある場合には通常タイプの接着剤を、接着剤の粘性を利用しなくても保持できる場合は流し込み接着剤を使用しています。流し込みタイプの方がはみ出してパーツを汚してしまうようなことが少ないので、流し込み接着剤を主に使用し、流し込み接着剤だとサラサラすぎて接着できないような保持が必要なパーツには通常の接着剤を使用します。この後もいろいろなタイプの接着剤が出てきますが、接着剤の使い方で出来上がりに差が出てくるので、多様な接着剤の使い方は覚えておく必要があります。エンジンフレームの組み立てに入ります。はじめに黒くなる部分をざっとマスキングなしで塗ってしまっています。この後黒を残したい部分にマスキングをし、その他の部分に指定色のメタリックグレーを塗っていきます。マスキングを剥がすと黒とメタリックグレーの塗り分けができています。
マスキングでは難しい細かな塗り分けはこの後筆塗りで塗り分けていきます。黒く塗るべきところを筆塗りで塗っていきますが、今使っているのはエナメルの塗料になります。エナメルの塗料だとはみ出した場合にもエナメル溶剤で溶かし取ることができるので、細かいところの塗装には向いています。下地がラッカーまたは水性の場合、エナメル溶剤で下地が溶けずにエナメル塗料だけ溶けることを利用した塗装方法になります。ですが、後からエナメル系塗料で汚し塗装をしたりする場合にはこの方法は使えません。今回はこの箇所には汚し塗装をする予定はないので、エナメルで塗り分けていきます。細かいマスキングが得意な方はマスキングをしてエアブラシ塗装した方が綺麗になると思います。私はマスキングが面倒なので筆で塗り分けてしまっています。エンジンとフレームの接着になります。フレームとの接着は通常のタミヤセメントで接着した後、接合部のピンに裏側から流し込み接着剤を流し込んでがっちり接着します。この部分は何というのか分かりませんが、全体的にシルバーの指定色で塗装した後、今度はラッカー系のセミグロスブラックで黒くなる部分を筆塗り塗装しています。艶消し系の塗料の筆塗りは一度に塗ってしまう必要があります。筆塗りは通常薄めの塗料で縦や横に何度も塗り重ねて筆の跡を消す必要がありますが、艶消し塗料でそれをやってしまうと艶ありになってしまいます。ブレーキディスクの塗り分けになります。ここでも全体をエアブラシで塗装した後、ブレーキパッド等を筆で塗り分けていきます。エキゾーストの太鼓の部分を塗装します。ここでも赤い成型色のプラスチックに直接シルバーを塗装していますが、下地を黒で塗装しておけばよかったです。エンジンとフレームに足回りを接着します。説明書だと先にエンジン側にドライブシャフトを接着するようになっていますが、それだともう一方の接着箇所、ブレーキディスクと合わなくなる恐れがあるので、ブレーキディスクの組み付けまでエンジン側は接着しない方が良いです。このようなことがあるので、先々の工程も確認しながら組み立てていく必要があります。タミヤだと説明書通りに組み立ててもまず間違いないのですが、このキットだと多少考えながら組み立てる必要がありそうです。リア側でステアリングはないので、流し込み接着剤でしっかりと接着してしまいます。ここでも流し込み接着剤と白豚の通常のタミヤセメントを使い分けています。このようにある程度接着剤で保持が必要な箇所には白豚の接着剤を利用しています。
ここも白豚の接着剤で接着をしています。ここは、流し込み接着剤の、流し込みの柄の部分が奥まったところに入り込まないので、このように、白豚の接着剤を先にパーツにつけてから、所定の位置に接着をしています。一通り組み立てたら、タイヤの塔がまっすぐ向いているか確認しておきます。エンジンに墨入れと汚しを行っていきます。使っているのはタミヤの墨入れ塗料です。墨入れは必要な箇所に点付けで行っています。筆で大まかに塗りつけてから余分なところをエナメル溶剤で拭き取る人もいますが、それだと全体に拭き取りきれなかった塗料がフィルターのように残ってしまい、全体のトーンが下がったようになってしまいます。汚しとしてはそれで良い場合が多いのですが、今回はシルバーのギラッとした発色を残しておきたかったので、必要な箇所以外に塗料がつかないようにしています。逆に奥まった面などの汚れですすけたようにしたい箇所は、面全体に墨入れ塗料を塗っています。塗料が余分な箇所をエナメル溶剤をつけた綿棒で拭き取っていきます。ショックアブソーバーの加工をします。ショックアブソーバーのスプリング部分を削り取り、リード線で置き換えてみます。スプリング以外の部分は真鍮パイプに置き換えてもよかったのですが、ちょうど良い真鍮パイプが手元になかったので、パーツをそのまま活かしてスプリング部分だけリード線で置き換えてみました。リード線は瞬間接着剤で留めています。瞬間接着剤は爪楊枝に巻いた細いリード線を使って部品につけています。このようにすると余分な接着剤がパーツの周りを汚すことがなく大変便利です。フロントのブレーキディスクの組み付けになります。ここはステアリングが切れるように接着する箇所に注意してください。説明書に従いバッテリーパーツをフレームに組み付けています。ですがここは完成後には全く見えなくなってしまいます。見えなくなってしまうところを組み立てるのは無駄に思えるのですが、カーモデラーの方たちはどう考えているのでしょうか。
内部構造がわかるから作っていて楽しいとか、見えないけど内部も作り込んであるから模型に説得力があるんだよとか思っていたりするんでしょうか。制作する時には見えなくなってしまいますので、省いてしまっても問題ありません。先ほど組み立てたフロントのショックアブソーバーを取り付けます。せっかく手巻きでリード線に置き換えたんですが、そのままでは完成後に見えなくなってしまいます。せっかくなので磁石を使ってフロント部分が取り外し可能なように改造しようと思っています。出来上がったフロント周り、こんな感じになりました。手巻きのスプリングで精密感が増していますでしょうか。あまり変わらない？バルクヘッドの組み立てになります。ドライバーとエンジンの隔壁になる部分です。マスキングがしきれなかった部分にはこのように墨入れでごまかしています。バルクヘッドのガラス部分にはマスキングシートが用意されていました。最近のキットではこのようにクリアパーツにはマスキングシートが用意されることが多いようです。今塗っているのはタミヤのツヤ出しコーティング剤になります。ここの部分はシャーシにボディをはめ込んでしまうと手が届きにくくなってしまうので、今のうちに曇り止めにもなるタミヤのツヤ出しコーティング剤を塗っておきます。フレームに太鼓部分の接着をしています。今気づいたことですが、太鼓部分に墨入れを忘れていました。ここの部分も墨入れをしておいた方が見栄えが良くなると思います。エンジンをシャーシに組み込んでいきます。だんだん形になってきました。タミヤのこのキットはエンジン周りがよく再現されていて、作っていて楽しくなります。作っていて楽しいというのもタミヤは計算して設計しているのではないでしょうか。設計書の順番もよくよく考えられているものと思われます。ところがここでちょっとした問題が発生します。エンジンのエキゾースト部分がほんの少しフレームに干渉し、うまくはまりません。エキゾーストのエンド部分を削って帳尻合わせをしました。シャーシとエンジンブロックは流し込み接着剤で接着していきます。調整のために削った部分の合いが悪く浮いてきてしまうので、接着剤が固まるまでマスキングテープで保持しておきます。この動画での制作は以上になります。引き続きインテリアの制作、ボディの制作を上げていきますので、続きが気になるようでありましたらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また、高く評価ボタンを押していただけると制作の励みになりますのでよろしくお願いします。